虹の鳥。昔々の大昔、すべての鳥は黒か灰色の汚い色でした。ある日のこと、鳥たちがふと空を見上げると、七色のきれいな虹にポツンと黒いシミができていました。なんだろう。鳥たちが見ていると、その黒いシミがどんどん増えていきます。すると天から七色に輝く鳥が舞い降りてきて、鳥たちに言いました。虹に悪い虫がくっついて、きれいな虹の色を食い尽くそうとしています。どうか一緒に悪い虫をやっつけてください。そこで勇気のある鳥たちは、七色の鳥と一緒に悪い虫をやっつけると言いました。でも勇気のない鳥たちは、七色の鳥がいくらお願いしても知らん顔です。では私たちだけで行きましょう。勇気のある鳥たちは、七色の鳥と一緒に飛び立ちました。勇気のある鳥たちが虹にやってくると、虹は悪い虫に色を食べられてボロボロでした。これはひどい。早くしないと虹が真っ黒になってしまう。鳥たちは虹にくっついた虫に襲いかかりました。しかし虫たちもそう簡単にはやられません。鳥たちの体をお尻の針で刺したり噛みついたりしました。ここまで飛んできて疲れていた鳥たちにはとても辛い戦いでした。でも鳥たちは頑張ってなんとか虫たちをやっつけました。やったー！悪い虫をやっつけたぞ！虹を守ったぞ！鳥たちはほっとしてお互いの顔を見ました。するといつの間にかどの鳥もきれいな色の羽になっていたのです。虫たちと夢中で戦っている間に虹の色が体についていたのです。ああ、きれいな色。見て見て、私ピンク色よ。僕なんか青色だよ。みんなが喜んでいると、七色の鳥が言いました。その虹の色は決して落ちません。虹を守った皆さんの勇気を伝えるために、その美しい色は子供や孫たちにも受け継がれるでしょう。さて、地上に残った鳥たちは、虹に行った鳥たちが虫にやられてボロボロになって帰ってくると思っていました。ところが虹に行ったみんなは、光り輝くような美しい姿になって帰ってきたのです。ああ、きれいな色。いいなあ。それに引き換え、僕たちは。地上に残った鳥たちは、自分のみすぼらしい姿がとても恥ずかしくなり、こそこそ隠れてしまいました。きれいな色の鳥とそうでない鳥がいるのは、こういうわけなのです。